戦闘用がハゲてますやん。皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日はアバルトの屋根が真っ白になっちゃってるので、それを元の状態に戻したいと、そういう動画をお送りしたいと思います。赤の車なのでどうしても紫外線の影響を受けやすくって屋根が白くなるっていうのはよくあることだと思いますので、どこまで綺麗になるかっていうのを頑張りたいなと思います。気になる点が一つあって、白くなっているっていうのは分かるんですけども、その間にこう赤い斑点が何個かあるんです。でさらによく見ると、この赤い斑点の真ん中に白い傷があるんです。で想像ですけども、この白い傷は多分飛び石かなんかが飛んだ後かなと。それにしてもちょっと数多すぎるなっていう気がするんですけども、じゃあどうしてその周りに赤い斑点ができているのかっていうのは、これは想像なんですけども、その傷からクリア層とベースと赤の層の間に水が浸透していってるんじゃないかなと。これが最悪のシナリオで、未だかつてこんなのを見たこともないんですけども、そうなるとその対応っていうのが非常に難しいと思うんですよ。そういったことになってないことを願いながらやりたいと思います。で作業手順は、まず最初に、一回屋根をきれいに洗浄して、でその後で、粘土を使って鉄粉を取り除きます。鉄粉がついたまま次の作業のポリッシャーをかけると屋根が傷だらけになる恐れがあるので、その後でポリッシャーを使って表面の劣化した部分を全部きれいに取り除いてやる。でそうしてクリア塗装をする。そうすれば元の綺麗な赤に戻るんじゃないんかなと。これが理想のシナリオです。どうなるか分かりませんが、頑張って元の赤色を取り戻したいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。屋根を洗います。これが鉄粉取り粘土です。使い方は簡単。水を切らさないようにして表面を優しく撫でます。表面に鉄粉が付着しています。使用した面を内側に折りたたみます。引っかかりがなくなるまで撫でるように滑らせます。鉄粉取りが終わりました。何かおかしいぞ。赤い斑点が大きくなってます。指で強くこするとクリア層が剥がれます。嫌な予感が的中しました。試しにヘラを使ってクリア層を剥がしてみます。どんどん剥がれます。屋根のクリア塗装が浮いちゃってるっていうのがもう分かったので、このハケを使ってこすってみました。2時間ぐらいかかったかな。その結果を今から見ていただくんですけども、最初に言っておきます。やっちゃいました。ご覧ください。浮いてたところとまだしがみついているクリア塗装。2時間もかけてひどい状態にしてしまいましたけど、もともとがもう真っ白くなってて、でそのクリア塗装が浮いたところに水が入って、そこが斑点のように赤く残るっていう、もともとが本当にひどい状態だったんで、それに比べても今の状態は褒められた状態ではないですけど、これをね、なんとかして綺麗な状態に持っていきたいなと思います。でそれがうまくいけば
やってよかったねっていう話になりますがまあ頑張って綺麗にしたいなと思います。で、これから何をするかというと、ポリッシャーを使って、研磨します。クリアが剥がれたところと剥がれてないところの境をきれいにするっていうのと、それとクリアが剥がれてないところももう白く傷んじゃってるんですよ。だからそれをきれいなところまで剥いでやる必要があるので、サンダーをポリッシャーを使って磨くんですけども、やりすぎると元の赤の塗装までやっちゃうので、ちょっと慎重にやってみたいと思います。これがうまくいけば上からクリア塗装をやって仕上げるっていうことになると思いますので、頑張って磨いてみます。600番で磨きます。600番は少し粗すぎるような気もするんですけども、600番で粗削りして、その後800番1000番ぐらいまで磨き込んでいこうと思います。600番はやばいですね。ここは明らかに削りすぎてますね。クリア層が薄くなったところからどんどん剥がれます。ポリッシャー作戦が終わりました。結果は失敗です想像されてました？皆さんの予想通りの結果、失敗しました。ご覧いただきます。クリアが残ったところと、それと赤の地肌です。クリア塗装が表面だけが劣化してると思ったんですよ。だからその表面を、ポリッシャーで削ってやって、クリアな部分、透明の部分が出てくれば、地肌の赤とほとんど同じ色になるんだろうなと思ってたんですよ。表面を削ってやれば。ところが、もうクリア自体がもう劣化が進んでるんです。ポリッシャーを使って表面を磨いてみたんですが、明らかに色が違うんです。で、おまけに、ベースの赤の色っていうも塗装がすっごく薄くって、少し削っただけで色が変わってしまうんです。ここなんかはもう削りすぎて、で、元の白まで出てきています。一層剥がしたクリアと赤の色がほとんど遜色なければ、クリア塗装をして終わらそうと思ってたんですが、こうなっちゃうと塗装しないとダメですね。こういう状態で水をかけてやると、クリアを塗装した状態がどうなるかっていうのが確認できるんです。これがクリア塗装をした後の状態だと思ってください。明らかに色が違ってるんです。ここは潔く、赤色の純正色で塗ろうと思います。で、そんな用意できてないんで、塗料屋さんに今から塗料の調合をお願いすることになります。で、今からすることといえば、全体を800番のポリッシャーで磨いて塗装が乗りやすくするように足付け作業を行います。木のポリッシャーを使った結果をご覧いただきます。痛々しい状況になっています。で、これからの作業ですが、ベースの色とクリアの間に段差ができてるんです。もうほとんどわずかな段差なんですけども、指で触れると少し段差があるっていうのがわかります。この状態で塗装すると塗装表面に出やすいので、600番のサンドペーパーを使って、この段差が指で触ってもわからないぐらいに削っていこうと思います。600番で削ってると、新たな斑点が何箇所か出てきました。これ非常にまずいので、ここから水が入ってるんですよね。なので、この斑点のところのクリア層を剥がします。
劣化が激しいところはどんどん伸びていきますね。本当は全部取った方がいいんでしょうけど、ちょっと作業量を考えるとなかなかそういうわけにもいかないんで、とにかく傷みの激しいところは基本的には全部取るという方向でやります。めちゃくちゃ悪戦苦闘しています。で、今日がなんと4日目になります。当初の予定は1日で終わらす予定だったんですが、ちょっと想定外のことも起こりまして、なんと今日が4日目です。それで今日の作業ですけども、この後養生して塗装の前の準備段階ということでサフプラを塗ります。でそれを削って塗って削ってを繰り返して屋根の表面を平らにしてやります。でその後塗料屋さんで調合してもらった純正色で塗装をして終わりというふうにしたいと思っています。シリコンオフで入念に脱脂します。プラサフをスプレーします。プラサフの1層目の塗装が完了しました。よく見ると塗料の弾きが1箇所あります。それと薄くですが段差が見えます。なのでこの弾きを1回削って脱脂します。それと全体的に旋盤のサンドペーパーで削って表面を平らにします。でその後プラサフの塗装で削るという作業を何回か繰り返してベースにします。1層目の研磨が終わりました。弾きが見られたところと薄く段差のあるところです。2層目塗装します。2回目の研磨が終わりました。指で触っても凹凸は分かりません。最後にもう一回プラサフを塗装して研磨します。こちらが塗料屋さんで調合してもらった赤色です。この赤色が実際のボディに塗られている赤よりも少し明るいんです。その原因はベースが白色の上に赤を塗っているのでちょっと明るいのかなと。赤色っていうのはベースの色と反映してしまうのでその影響が出ているのかなと思います。見る角度によって若干明るく見えます。赤色塗装っていうのはベースの色が非常に影響を受けるのでサフェーサーを塗っているところと塗ってないところの色の違いがあるのでこのまま赤を塗るとですねこの影響が出てしまいます。この赤色に原色の白または黒を混ぜてそれから2層目以降は純正色で塗るっていう方法をいつもとってるんですけどもちょっと明るいので、
ベースの赤に黒を混ぜて、それを第一層にして、その後はこの調合してもらった赤色を塗るようにします。本当はボディに合った色を調合するのが一番いいんですけども、私自身そんなテクニックないので、仕方なく今の調合してもらった色で塗ります。で車もね、豊田さんに持って行ってそこで調合してもらえばよかったんですけども、ちょっと車持って行って調合するだけの時間がなかったので、これでやろうと思います。ボンネットもすぐに塗り直さないといけないと思うんで、その時はボンネットに合った色に調合してもらって塗ろうかなというふうに思ってます。今回はちょっと試しにもう調合してもらった色そのままで塗ろうと思います。脱脂します。1層目は黒色を混ぜます。黒20、赤100、シンナー60、ハードナー12の割合で混ぜます。1層目が終了しました。赤色というよりエンジ色です。2層目塗ります。赤色塗装が終わったので、クリア塗装で仕上げます。屋根の補修が完了しました。当初心配していた屋根の色ですが、若干明るいです。よく見ないとわからない程度なので、これで OK かなと思っています。クリア塗装を全て履いたわけじゃないので、若干心残りのところはありますが、いいシミュレーションができたなと思っています。というのが、本番がこのボンネットだと思っています。同じように色が白くなっているし、白い傷の跡があります。ここから水が浸透していくのだろうなと思ってます。屋根に比べてボンネットは目立ちやすいので、できれば塗料屋さんでもう少し色を調合して、この車に合う色に合わせてもらおうかなと思ってます。それと、均一にクリア層を剥ぐのは大変なんですけども、できればボンネットについては均一にクリア層を剥がして、それで塗装したいなと思っています。厳しい戦いになると思いますが、頑張って作業を続けますので、ぜひチャンネル登録をしてこの続きをご覧ください。今日は最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。